か。皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。新年明けましておめでとうございます。2024年最初の放送です。この番組は2022年の1月から始まりましたので、今年で3年目に入ります。皆さんいつもありがとうございます。番組を始めた頃はどれくらい自分が続けて配信できるかわからなかったんですよね。ポッドキャストの制作自体はジョイジョイライフでの経験がすでに1年くらいありましたので、トーク番組は続けていけるだろうと思っていたんですが、毎週カバー曲を1曲ずつ発表し続けられるのか、その点においてはね、自分でも自信がないまま始めたんですよね。毎週カラオケ音源を作って、歌の練習をしてレッスンを受けて、発音のレッスンを受けて、録音、ミキシング、ラジオの原稿作成、そして撮影編集というふうに進んでいくので、結構スケジュールがタイトなんですよね。なので体調を崩したりすると、すぐに予定が崩れてしまうというか、サイクルがね途切れてしまうことになります。特にここ数年は新型コロナウイルスやインフルエンザの流行もあって、私は医師として発熱患者さんの診察もしているので、自分が感染してお休みした場合のシナリオも少し考えながら番組を作ってまいりました。昨年は不妊治療で体調が不安定な時期に少しお休みをいただいたり、木曜日が5週ある週は1週間歌をお休みしたりしてですね、少しペースを緩めながら続けてきたんですね。当初うまく続けていけるかなとか、どれくらい番組が受け入れてもらえるかなといった不安があったんですが、その中で何か目標を決めようと思ってですね、とりあえず100曲カバーしてみようと心に決めたんですよね。とにかくもう修行のつもりで、100曲カバーするまでは何があってももう番組を続けようと決めて、1年がだいたい52週なので、毎週やっていくとだいたい2年で100曲達成するという計算になります。メドレーで歌ってる曲もありますので、厳密にはね数えていないんですけれども、今回の曲で YouTube の歌ってみた動画が100本目になります。というわけで、密かに目標にしていた100曲カバーをね達成いたしました。狙ったわけではないんですけれども、たまたま新年最初の放送でねこういった報告ができて嬉しく思っています。とりあえずの第一段階の目標は達成したんですけれども、まだまだ修行は必要ですね。韓国語も歌もまだ学ぶことがたくさんありますし、歌唱技術もねもっと上げていけるはずと思っているので、今年も配信を続けていきたいと思っております。皆さん今年もよろしくお願いします。さて、1月のテーマは毎年恒例になりつつある韓国4大ボーカリストの楽曲をカバーして紹介します。韓国4大ボーカリストは4人の男性ボーカリストの頭文字を取ってキムナ・パクイと呼ばれているんですね。キム・ボムさん、ナオルさん、パク・ヒョシンさん、イスさんの4人の歌手の楽曲をキムナ・パクイの順にカバーして毎週紹介していきたいと思います。今年で3回目の4大ボーカリストの楽曲カバーなんですね。で、番組を始めた頃と比べると歌唱技術も上がってきてはいるんですが、そもそも難しい楽曲が多いので、毎週が挑戦という感じの月になりますね。今月の第1週目はキム・ボムスさんのサランゲヨ I love you 愛してるという意味ですねという楽曲をカバーして紹介します。この曲は2016年に放送されたむやみに切なくというドラマの OST なんですが、実は2002年のキム・ボムスさんの第3週アルバムにもサランゲヨというタイトルの楽曲が入っています。この2曲はですね、全く別の楽曲なんですけれども、ボムスさんの第3週アルバムはポコシプタ会いたいという意味ですね。天国の階段の OST としてこの番組でも紹介したポコシプタが収録されている代表的なアルバムなので、もしねご存知の方がいて混乱するといけないと思ってちょっと説明を加えました。
つまりボムスさんの楽曲でサランゲヨというタイトルの曲が2曲あるということですね。で、今回は2016年の方を紹介します。ドラマむやみに切なくがどんな内容のドラマなのか、ネタバレしない程度に紹介しますと、まず主演がキム・ウビンさんとペ・スジさんで、キム・ウビンさんがトップスター俳優のジュニョンさん、スジさんがテレビ番組のプロデューサーでウルさんを演じています。2人は幼なじみの初恋同士だったんですが、当時は理由があって別れてしまい、大人になってから再会するんですね。その後ジュニョンさんに病気が発覚して、残された人生の時間が少ないことが分かり、自分の気持ちと向き合った結果、初恋の相手ウルさんともう一度やり直そうとするというストーリーだそうです。私はドラマを見ていないんですけれども、あらすじからは割とクラシカルな韓国ドラマという印象を受けました。トップスターとの恋、難病、初恋といった要素を盛り込んだドラマなんですが、放送はね2016年ということで、トッケビと同じ年なんですよね。比較的最近とは言ってももう8年前になるんですかね時の流れが早いですよね。そして私の大好きなドラマトッケビの中でもキム・ウビンさんに関するシーンが出てくるんですよ。で、死神が前世の記憶がないから自分の名前がわからないというシーンがあってですね、そこで自分の名前を決めようとしてウンタクに女性に人気の名前を教えてもらうというシーンがあるんですよ。そこでウンタクが女性に人気の名前といえばウォンビン、ヒョンビン、キム・ウビンっていう風に答えるんですよね。で、この韻を踏んでてね、もうその答えだけですでに面白いんですけれども、その後死神はキム・ウビンを選択するわけですよ。そしてその後お名前はっていう風に名前を聞かれて、死神を演じていたイ・ドンウクさんがですね、真顔でキム・ウビンですって答えるシーンがあるんですね。もうここがめちゃくちゃ面白くて、いやキム・ウビンじゃないだろうと思って爆笑しました。私のね大好きなシーンなんで、ぜひトッケビ好きな方はね見直してみてください。そしてキム・ウビンさんはこのドラマむやみに切なくに出演された後、鼻咽頭がんが発覚しまして、3年間治療に専念されていたんですよね。復帰作として出演したのが2022年のドラマ私たちのブルースでした。こちらもね番組の中で紹介させていただきましたね。キム・ウビンさんといえばモデル出身で非常にスタイルが良くて、筋肉も鍛えてムキムキなイメージだったので、がん治療がどう影響するのか少し心配していたんですが、私たちのブルースでは変わらず素敵な姿を見せてくださって本当に素晴らしかったですよね。今は抗がん剤もいろいろな薬があって、働きながらがん治療をされている方もたくさんいらっしゃいますけれども、病気の治療って本当にそれだけでも大変なことですからね。本人にしかわからない辛さが身体的にも精神的にもきっとあったと思いますが、無事復帰されて本当に良かったです。ぜひ体に気をつけてね、長く活躍していただきたい俳優さんだと思いますね。では続いて今日カバーする曲サランゲヨの話題に入っていきます。先ほどむやみに切なくは比較的クラシカルな内容のドラマとお話ししたんですが、 OST のこの曲もクラシカルなバラード曲です。ポゴシッターを彷彿とさせるようなボムスさんのボーカルによく合う美しい楽曲なので、今回紹介することにしました。歌詞の内容は自分の思いを率直に伝えられない苦しさが表現されています。ドラマの男性側、キム・ウビンさん演じるジュニョンさんの気持ちが歌われている楽曲ですね。では歌詞の内容を紹介していきます。今日は1番の歌詞を紹介していきますね。아무 말을 못한 채何も言えないまま오늘도 그대만 바라봐요。今日も君だけを見つめるよ。가슴에 맺힌 못다한 얘기들이胸に残る言えなかった話が그대를 기다리죠。君を待っているよ。한 걸음 다가서면一歩近づいたら가슴 깊이 참았던胸深くに我慢していた눈물이 흘까봐涙が流れそうで혹시 그대도 나와 같다면
もしかして君も僕と同じ気持ちなら조금씩 다가갈게요. 少しずつ近づいていくよ。という歌詞になっています。ここは A メロを2回繰り返す構成になっているんですけれども、2回目の A メロの後半からぐーっと音程が上がって盛り上がるメロディーになっているんですね。で、最初すごく低いんですけれども、サビに行くにつれて感情が盛り上がって音程も上がっていく構成になっています。そして次、サビの部分の歌詞に行きますね。그대를 보면 자꾸 눈물이 나요. 君を見るといつも涙が流れるよ。한없이 흘러요. ひたすら流れるよ。결국 내 마음만 나빠요. 結局僕の心だけが痛いよ。참아왔던 그리움에 지치면 我慢してきた恋しさに疲れたら내 손을 잡아봐요. 僕の手を握ってみて。그대 나 사랑해요. 君を僕は愛しているよ。という歌詞です。思いを伝えられずひたすら切ない気持ちが綴られている曲です。では曲を聴いてみてください。김범수さんの사랑해요をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとドラムの音が入っています。もはや私のカラオケ音源の定番の構成なんですけれども、ちょうど左右対称に音が分かれる感じになるのでミキシングがしやすくてですね、ボーカルの音抜けも良くなるのでとっても愛用している音の構成でございます。この曲の作曲にはボーカルグループノウルのチョン・ウンソンさんが参加されているんですね。やはり歌える人が作ったメロディーっていうのはギリギリのラインを攻めてくる感じがありますよね。まずこの曲は音域が広いですし、音量も小さい響きから絶叫するロングトーンまで幅広く使っている楽曲なんですね。これは技術のある歌手なら皆さん歌えるとは思うんですけれども、決して楽ではなくて、誰が歌っても必死な感じが出てしっかり見せ場もあるという点でですね、非常に上手に作ってあるメロディーだなと思った楽曲でした。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK。